こんにちは。今日は、日本人がこの外国人、日本語上手だなって思う時についてお話ししようと思います。まずね、日本で、ちょっと日本語、外国人の人がちょっと日本語話したら、めっちゃ日本語上手ですねって言う日本人めっちゃ多いと思うんですよ。こんにちはって言ったり、これ美味しいですねって言うだけで、なんか日本人が、日本語上手ですねって褒めてくれるシチュエーションってよくあると思うんですけど、どう思いますかね。多分それをしてる日本人は、それをしてる日本人にとって別に、悪気はないと思うんですよ。ただ、外国の人と話すのが、あんまり慣れてないだけっていうパターンが多いと思うので、別に本当に悪気はなくて、日本語上手って本当に、純粋に日本語が上手って思ってると思うんですよ。そういうことを言う日本人はね。僕は普段から外国の人が、話す日本語を聞くのに、慣れてるので、日本語上手ですねってあんまり言わないんですよ。本当に上手だったら、日本語上手ですねって言うんですけど、こんにちはって言うだけで、日本語上手ですねとか言わないんですね。今回はそういう、こんにちはって話しただけで、日本語上手ですねと言われる日本語上手ですねじゃなくて、もう少し深いところの一般的な日本人が、この人本当に日本語上手だなって思ったり、この人日本で留学してたのかなって思う時についてお話ししようと思います。大きく分けて3つぐらいポイントがあるので、順番に話していこうと思うんですけど、まず1つ目が発音ですね。日本人の中で発音が大切だと思う人って結構多いと思うんですよ。YouTube で少し調べてみると色々出てくると思うんですけど、スポーツ選手とかアイドルが日本に来て日本語をちょっと話すみたいな、そういうシチュエーションってよくあるんですけど、そのスポーツ選手とかアイドルが話す日本語の発音がちょっと良かったら、コメントの中でこの人ネイティブみたいとか、本当に日本語の発音が綺麗ですごいみたいなコメントがたくさんあるんですよね。なので本当に、発音が良かったら、本当にちゃんと日本語を勉強をして、日本語が上手だなって思う日本人が多いんじゃないかなと思いますね。逆に、日本人が外国語を話す時も同じことが起こるんですよ。例えば日本人が頑張って英語を話そうとする時に、うん、悲しいですけど、あの人英語話してるけどめっちゃ日本語のアクセント強くて、面白いみたいな、そういう、コメントが多かったり、逆にその人が話す英語が日本人のアクセントがなかったら、英語上手ですねっていうイメージになるんですよね。なので、集中して発音の練習だけしなきゃいけないっていうわけじゃないんですけど、ちょっと発音が良かったら、ネイティブみたいって思われる、可能性が高くなるので、時間があったら、その発音の上達のために少し時間を使うっていうのもいいかもしれないですね。で、次二つ目が、返事の仕方ですね。その返事とか、リアクションが日本人っぽい時って、僕も、返事が日本人っぽかったら、この人めっちゃ日本語についてとか日本の文化についてよく知ってるなって、日本語上手だなって思うんですよ。例えば、褒められた時の返事ですね。日本人と話してる時に、その人が、おしゃれですねって、褒めてくれることがありますよね。で、その時の返事が、例えば僕だったら、全然そんなことないですっていうのが、よくあるパターンとか、他にも、おしゃれですねって言われたら、いや、嬉しい、ありがとうございます。てか、お兄さんのスニーカーもかっこいいですよね。みたいな感じで、自分が褒められる時間を短くして、他の人を褒める時間を長くするとか、そういう、小さいテクニックみたいなものを
知っている外国の人を見ると、あ、この人日本語上手だなって僕は思いますね。とか、他にも、これは100%返事っていう感じじゃないんですけど、すみませんってめちゃくちゃ言える人は、僕日本語上手だなって感じるんですよね。例えばコンビニとかレストランに行って、その支払う時ありますよね。お金を払う時に、現金じゃなくて、クレジットカードでって言いますよね。で、そのクレジットカードでって言った後に、小さい声で、すみませんって言ったり、あとは、レストランでその注文した後に、以上でお願いします。すいませんって、なんか小さい声で、すいませんって言ったりする人を見ると、なんか、日本語よく知ってるんだな、日本語上手だなって思いますね。っていうのも、このすいませんとかすみませんは、謝ってるんですけど、本当に謝ってるっていう感じじゃなくて、挨拶みたいな感じですよね。そのクレジットカードでって僕が話したら、その店員さんが、このレジの機械で、なんかクレジットカードのために何か操作しなきゃいけないですよね。で、その操作する、手間をかけさせてごめんなさい。で、すいませんっていうことを考えながら僕はすいませんって言うんですけど、本当にすいませんって思ってるわけじゃなくて、挨拶として小さい声ですいませんっていうことが多いので、こういう、テクニックを使える、外国の人は日本語上手だなと思います。で、最後のポイントは、面白い人ですね。この3つ目のポイントは、その人によるんですよね。その人のセンスによるので、別に必要なスキルじゃないと思うんですけど、日本語を使って面白いことを言ったり、日本人を笑わせたりできる人は、本当に日本語上手なんだなって思います。外国の人の中でもたまにその日本語を話すときに何か面白いことを言おうとしてる雰囲気があるけど、それを言っても、日本人にとってはあんまり面白くないなって感じる時があるんですよね。なので多分この人は何かジョークを言ってるんだけど、日本語にすると全然面白くないとか、そういうシチュエーションがたまにあるんですよね。で、そういう時はなんか日本語上手って思うよりも、この人のジョークでなんか、笑うタイミングを探すみたいな気持ちが強くなっちゃうので、あまり日本語上手って思わないことが多いんですけど、つまり日本語を使って日本人を笑わせるためには、そう、日本人の性格とか、日本の文化とか、自分が、日本でどう思われてるかみたいな、いろんなことを、勉強したり、いろんなことを知っておかないと、外国人を笑わせる、その日本人を笑わせるのが難しいような気がするんですよ。その、例えば僕、去年の夏ぐらいにトルコに行ったんですね。で、普通にトルコの中で、一人で観光をしてて、で、街の中で歩いている時に、突然、こんにちはとか、いらっしゃいませって聞こえたんですよ。で、日本語聞こえたと思って、僕、こんにちはって言ってる人の方を見たら、その人が僕の方に近づいてきて、で、多分その人が僕、日本語がわかると思ったから、日本人ですかって質問されたんですよ。今僕はそのまま、日本人ですって言って、で、その人が、ちょっとトルコのお茶をご馳走しますから、私の店でちょっと話しませんかみたいな感じで、誘ってくれたんですよ。で、僕はその時、あまり急いでなかったので、そのままその人の店に一緒に行って、お茶を入れてもらったんですね。で、その人の店が、絨毯屋だったんですね。その絨毯を売る、店だったんですけど、その絨毯の店の中で、僕とその人が
一緒にトルコのお茶を飲みながら少し話す、15分ぐらい話すっていう、シチュエーションがあったんですけど、その人が僕今までたくさん日本人と話してきたけど、日本人はその絨毯を売ってるトルコ人はみんな詐欺師だと思ってる。で、僕はその詐欺師なんですって言ったんですね。で、僕が、お前も詐欺師なんかえって、突っ込んだんですよ。つまりその人は、その日本人が、持ってる、そのトルコで絨毯を売ってる人のイメージも知ってるし、日本の、ユーモア、そのボケとツッコミの、コンセプトも、知ってて、で、その上で僕にそういうボケをして、で、その人が僕に言ってほしかった言葉も、多分、お前も詐欺師なんかえっていう、フレーズ、返事だったと思うんですよ。で、その時に、この人は日本人にとって何が面白いかっていうことを知ってるし、それを、そのジョークを話すための日本語のスキルもあるから、僕はその時、この人本当に日本語上手なんだなって思ったんですね。そういう感じなんですけど、今3つポイント話したんですけど、3番はね、正直日本語のスキルとかあんまり関係なくて、自分の、笑いのセンスとか、日本のお笑いの番組とか、日本人の芸人をよく見なきゃいけない感じがするので、まあ、3番はちょっと難しかったかもしれないんですけど、最初の2つのポイント、発音と、日本人っぽい返事。これは、ちょっと頑張ったらできそうじゃないですか。もちろん簡単じゃないし、少し練習も必要だと思うんですけど、少し頑張ったら、できそうなんで、最後のポイントは、ちょっと難しい人もいるかもしれないんですけど、最初の2つ、1番目と2番目のポイントは、もし、その本当の意味で、日本語上手って思ってもらいたかったら、試してみるのもいいかなと思いますね。そんな感じで今日は日本人がこの外国人、日本語上手だなと思う時についてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。